味噌汁のおかげでレアエンチャントが無限につけられるようになった。早速ボス戦だ。火力は上がったけど、なんだか単調で面白くない。これじゃ周回してられないよ。そんなあなたに朗報です。この動画を見ればこうなります。シールドが簡単に割れる。必殺技が通る。決まった。気持ちいい。飯 MDS です。クラフトピアの戦闘難しいよね。ゲームからはほとんど教えてくれないし、貴重なチュートリアルも一度見たら終わり。なのに要素は多くて複雑。ということで今日は戦闘要素の基本を解説します。ちなみに今回使ってる装備は全てレア以下のエンチャントで構成されています。エンチャント。装備にはエンチャントという強化要素を4つ付与することができます。エンチャントにはレアリティがあって、レアリティごとのコストがあります。一つの装備に付与できる最大コストは時代進化で増やすことができます。付与にはエンチャントのかけらが10個必要で、敵のドロップから抽出したりスクロールを使ったりすると集まります。この間の味噌汁動画はこれを集めるための施設だね。レア以下で有用なエンチャントを配信でリストアップしたから概要欄に載せときます。参考にしてね。シールド。シールドは敵が持つ防御機能だね。シールドがある間はスキル攻撃のダメージが激減。弱い。なので次に説明するジャスト回避を駆使してシールドを割ります。その後に本命スキルを叩き込むのが基本だね。ジャスト回避。シームレスで追加された強力なカウンター要素だね。シールドを大幅に削る効果があります。発動条件は回避を敵の攻撃に当てること。スローになったら攻撃入力。成功すると武器種ごとに固有の特殊行動につながります。それでは各武器種について解説していきます。スキル構成例も移すから参考にしてね。水バケツを25個納品するとレベル12になってスキルポイントが22使えるようになるので、22を上限にしてスキルを選択しています。片手剣と盾。片手剣は盾を持てる武器種だね。ただ今はジャスト回避の仕様があるのであんまり使えません。僕のスキル構成はこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力で剣の横振り、縦入力で周囲に範囲攻撃します。縦の方は火力低いね。使わないかも。その代わり盾を構えた状態で敵の攻撃に合わせて攻撃入力すると敵の攻撃を弾くことができます。うまくやればピオらせたりできるよ。気持ちいい。二刀流。二刀流は前提スキルを取ると使える武器種だね。いろんな通常攻撃のモーションがあります。攻撃を当てまくるとラッシュバフがたまるよ。最大までたまるとラッシュ攻撃が出ます。激しい。スキル構成はこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力で多段ヒットする回転斬りをします。なんかモーションがバグってるらしいね。そしてラッシュバフが最大の時に縦入力すると広範囲にラッシュ攻撃します。ただラッシュ攻撃はジャンプ中に両手攻撃入力すれば出せるからちょっともったいないかな。癖はあるけど一番スピード感があって楽しいね。槍は盾を持てて遠距離攻撃もできる武器種だね。槍投げバフを貯めると槍投げの火力が上がるよ。盾は片手剣と一緒だね。スキル構成はこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力で投げた槍を回収して投げ払い、槍投げバフがたまります。槍投げバフは攻撃スキルのチャージスピアでもたまるよ。通常攻撃の最終弾でもたまるけどこれは使いづらいね。バフを乗せまくった槍投げの火力は圧巻だね。両手剣は前提スキルを取ると使える高火力な武器種だね。縦入力で短時間火力が上がるためバフがつきます。スキル構成はこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力でためバフを全部消費して強力な縦切り。縦入力なら投げ払いの後有効時間の長いためバフがつきます。つくらしいけど時間計ったら変わんなかったからバグってそう。まあでも最大まで貯めた方が強いからね。貯まるだけでも助かるね。バフをありったけ乗せてボスを真っ二つにしましょう。弓はクラフトピア屈指の最大火力を誇る武器種だね。クリティカル系のエンチャントが乗らないので注意。
弱点を的確に射抜ければ超強力。スキル構成はこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力でバックステップします。その後当たった場所が弱点になる矢を放ちます。縦入力だとバックステップしながら扇状に矢を放ちます。使いやすいのは弱点増やす方だね。的確に射抜いてボコボコにしましょう。魔法杖は魔法スキルに特化した武器種だね。通常攻撃のアルカナボルトは短時間に3発クリーンヒットさせると魔法防御ダウンのデバフがつきます。縦入力の方は集中バフがつきます。魔法の集団性が良くなって威力も大幅アップ。ぜひともシールドブレイク中にぶち込みたいね。スキル構成はこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力でシールドを削って集中バフ。縦入力ではバックステップしながら周りの敵にアルカナボルトを放ちます。魔法のジャストアタックは強い魔法を叩き込むための準備って感じだね。デバフを付与してシールドブレイクして集中バフの乗った魔法を叩き込みましょう。銃は対応する弾薬をばらまいて固定ダメージを与える武器種だね。現状4ダメージ以外のエンチャントで火力を上げることができません。エンチャントが整ってくるとどうしても火力は見劣りしちゃうのが残念だね。しかも適正距離の概念があって適正距離外ではさらにダメージが低下。目も当てられない火力になります。ちなみに適正距離かどうかはレティクルを見るとわかるよ。適正距離だと形が変わります。あと射程が短くて射撃の試練もできません。弾も装備を変えないと撃てないし、なんでこんなに不遇なんだ。一応シールドブレイク性能は高いからブレイク用に使えなくはないかな。まあでも残念ながら現状は趣味武器だね。スキル構成は何でもいいね。移動用だとこんな感じ。ジャスト回避すると攻撃入力で適正距離にバックステップして弾を全部撃ちます。ヘッドショットしてくれるわけじゃないから火力は微妙だね。縦入力では適正距離にステップしながら爆破タルを投げます。これも固定ダメージ。ライフルはそこそこ火力あるけど世知辛いね。どちらのジャストアタックも弾が入ってなければリロードされます。ちなみにリロードされた弾は武器を外しても保持されます。なのでこんな遊び方もできるよ。銃が好きな人はいろんな遊び方を試してみてね。いい使い方があったらコメントで教えて。チップス。光る岩は敵の攻撃を当てると壊れる。高評価、チャンネル登録お願いします。お待たせしました。刀は前提スキルを取ると使える最も複雑な武器種だね。上級者向けです。スキル構成はこんな感じ。一度武器を構えると回避操作で構えを解くまで特殊状態の途中は歩くこともできない。その代わり使いこなすとめっちゃ強い。なんと青く光ってる時は無敵です。無敵状態で敵の攻撃を受けると見切りバフがたまります。見切りバフ4以上で月最大で剣撃が発動可能。強いよ。刀は回避に加えてこの見切りからもジャストアタックが発生します。このうち納刀の見切りとジャスト回避は同じジャストアタックに派生します。攻撃入力で見切りバフを3消費する突きや追撃、縦入力でなぎ払いします。多少離れてても一瞬で前に入るよ。かっけー。ただ見切りバフ3消費はちょっともったいないかな。普通に抜刀状態から剣撃を出すと消費は1です。バグかな。抜刀の見切りはシールドバッシュ効果があるよ。うまくいくと相手がピヨる。しかも成功すると攻撃入力は派生する攻撃が強化されます。縦入力の場合は強制シールドブレイク効果もある。凄まじい性能だね。そしてこれは知ってる人少ないと思うけど、バッシュ強化のスタン時間延長が乗ります。バグかな。ティア3に上げるのに欲しいスキルがないからバッシュ強化を取るのもありかも。使いこなしたら間違いなく強い。上級者向けです。現状武器種によってエンチャントが変わったり強さもバラバラ。でもどの武器もいいところも悪いところもある。みんなもこの動画を参考に自分の一押しな武器種を見つけて遊んでいきましょう。ということできっと戦闘が楽しくなる戦い方入門解説でした。感想やリクエストがあったらぜひコメントしてください。たまにライブ配信もしているので見に来てくれたら嬉しいです。最後にこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価の方もお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。